窓の下に広がっておりますのが天保年間と申しますが、今1830年代の大阪の町を再現したものですね。関東の江戸の町には瓦屋根だけやなしに板屋根の町家がかなりあったんですけどね、抹茶と言いましても板屋根なんです。大阪の抹茶はご覧の通りほとんど全て瓦葺きでした。その屋根の上に物干し台がありますが、現代のマンションのバルコニーですな。目の前にあるのが落語でもおなじみですが裏長屋の老子、その向こうには白壁の土蔵も見えております。長屋の屋根の上に開いている窓を引き窓または天窓と言いまして、明かり取りの窓ですな。家の中から紐を引いて開け閉めできるようになっております。奥に見えてます大きな屋根の上に小さい屋根が乗ってますが、あれは台所の煙出し、薪を使用して煮炊きをしましたので煙がこもるんですな。それを出すためのもの、今の換気装置ですな。こちらがこの町のメインストリート。まず目につきますのが反射をつった櫓、火の見櫓ですね。会社の極型になった道ですな。つまり雨水を両方の端へ、溝がこちらがこの町のメインストリート。まず目につきますのが反射をつった櫓、火の見櫓ですね。会所という町内の寄り合いをする建物の大概その屋根の上に建てられてたようです。目の前の通りは真ん中が両端より盛り上がっているかまぼこ型になった道ですな。つまり雨水を両方の端へ溝が振ってあります。そこへ流れるようにしてあるんですね。両側に並ぶ抹茶をご紹介すると、右の手前は風呂屋、その隣は人形屋、本屋、そして会所屋敷、その向こうは薬屋です。左の手前から建具屋、小間物屋、唐物屋、呉服屋でな。で、一番向こうが下田屋です。下田屋ってな言葉も使わんようになりましたが、もう商売をやめてしまうと、もう下田というような意味なんでしょうな。つまり何もやってないうちなんですね。商いをしているお店からは本来のひさしの先に板でこしらえた小火刺しが出ております。お客さんが雨に濡れんようにという気遣いなんでしょうな。お上には仮説ということで届けでも知ってなかったようですが、お役人も見て見んふりをしてたみたいです。本当はこんなことでもいちいちうるさいらしい。これからとりあえず下へ降りていただいてゆっくりと見物していただきましょう。こちらがこの町のメインストリート。これ認定者。
持ってませんね。で、だからこれはかぶり。軽い、あ、はい。かぶりということは、家の土台がごちゃごちゃみんな仲良く暮らしたからおり、食べ物着るもん何一つない時に助けようたガス住宅、住んでる人みんなが住みやすくするためにいろんな知恵を出しようた古い時代。
明治の終わりから大正にかけて通天閣の足元にそういう名前の遊園地があったんです。ルナ言うたら神話に出てくる月の女神のことです。今日は活動写真よ。ほのかに聞こえくる楽団の調べに乗せて語る言葉もスイートに都会の夜は出てゆくのでありました。ハイカラ好きでおもろいもん大好きやいう大阪人の気質は今も昔も変わりませんわ。